皆さんこんにちは、山上アリシアです。今日は短時間でパパッと簡単に作れる副菜を3つ紹介したいと思います。そしたら早速1品目は夏にぴったりなきゅうりとわかめの酢の物を作っていきたいと思います。最初にきゅうりをスライサーで今日は2本切っていきます。そしたら塩を揉み込んで10分ほど置いておきます。そしたらこの間にわかめも水で戻していきます。その2つを待っている間に甘酢を作っていくんですが、お酢と砂糖を1対1で入れていきます。私はきゅうり1本に対して大さじ1と計算しているので、今回2本使ったので大さじ2杯ずつ入れていきたいと思います。でもちょっとお酢がちょっと怪しい、足りるかな今回の砂糖はきび砂糖です。いけたで、ここに赤唐辛子も入れていきます。鷹の爪の輪切りをちょっとだけ。最初に塩もみをしたきゅうりを水で洗って水分を絞ったら甘酢の中に入れていきます。わかめも同じで水気を切ったら一緒に入れて混ぜてあげたら完成です。この中にカニカマとか皮を剥いたトマトとかも入れてもすっごい美味しいよ。そして2つ目はナスの煮浸しです。みんなさ、これナスっていう、私ずっとナスビって呼んでて、もしかしたらナスビって関西弁なのかな、わかんない。なんかおばちゃんっぽいって言われたことあるどうなんだろう、ナスビでもこれを洗っていきます。で、そしたらナスのヘタを取って縦長に切ります。で、そしたら切れ目を入れていきます。今回生姜を使うんだけど、チューブでも大丈夫だけど、私のおすすめは生の生姜です。全然風味が変わるので。私はいつもこれを大きいサイズのパックを一気に買って大量におろして冷凍しています。そうすると使いたい時にポンって入れるだけでいいので、すごい楽でおすすめです。私は結構生姜が大好きなのでいっぱい入れますそしたらフライパンに油をひいてナスを焼いていきます。この時油が飛びやすいのでナスを入れる前にキッチンペーパーとかで拭いてあげて入れていきます。ある程度焼けてきたらナスがひたひたになるぐらいお水を入れて、めんつゆを大さじ4ぐらい入れます。そしてさっき吸った生姜も全部入れちゃいます。で、これを10分ほど煮たら完成です。お好みで大根おろしとネギを最後の3品目はかぶの塩昆布和えです。一番簡単なやつを最後にしときました。ほんまに一瞬でできるからずっと見ててね葉っぱ付きのかぶを今回は皮付きのままいちょう切りにしていきます。で、葉っぱも切っていきます。で、全部ジップロックに入れていきます。そしたらここに塩昆布を入れていきます。だいたい 10g かな。私いつも使うから業務用サイズ買っちゃってるで、この中に白ごまも一緒に和えます。小さじ2ぐらいかな。そしたら閉めて揉みます。で、これを混ぜて5分ぐらい置いたらもう完成です早いでしょ。切って和えるだけ、超簡単。じゃーん、めっちゃ簡単だったでしょ。超美味しいの。しかもこれおつまみにするとしたらちょっとごま油を足してもめちゃくちゃ美味しいから試してみてね。いただきます。おいしい
いつもメインを作ってる間に全部作ってるので本当に簡単なので、野菜が足りない時やもう一品欲しい時にぜひ試してみてください。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。